皆さんこんにちは。クラフトサイトです。シードシャオ NRF52840 を Bluetooth でつないで Android スマホから制御するパート2です。前回はマイコンボードのプログラミングをお送りしましたが、今回は Android スマホのプログラミングをお送りいたします。次回は最終ゴールのラジコンカーの組み立てをお送りする予定です。これは今回のコンテンツです。1番目、スマホ用のサンプルプログラムのダウンロード。2番目、Android Studio IDE のダウンロードとインストール。3番目、IDE の起動とサンプルプログラムのオープン。4番目、オリジナルのサンプルプログラムの動作を見ていただきます。5番目、プログラムの変更。6番目、変更したプログラムがどういうふうに動作するかを見ていただきます。7番目に次回の予告です。ぜひ見ていただきたいのでチャンネル登録をお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。1番目はサンプルプログラムのダウンロードです。マイコンプログラムと同じく GitHub から拝借します。ダウンロードするにはサインインする必要があります。アカウントを持ってない方はメールアドレスとパスワードを登録してください。次にサーチボックスで FirstBLE で検索します。すると多分一番上に Jason Chen Lijian さんの FirstBLE というリポジトリがあるので、ここをクリックして ZIP ファイルをダウンロードします。2番目は Android のプログラミングツールのダウンロードとインストールです。Android Studio で検索するとこのサイトが見つかります。左のダウンロード Android Studio Electric Eel をクリックしてダウンロードしてインストールします。IDE を起動する前に、先ほどダウンロードした FirstBLE のサンプルプログラムのフォルダをユーザーの下の自分のフォルダにある Android Studio Projects の下に保存しておきます。IDE を起動すると2022年バージョンはこの電球なぎの絵が出ます。次に開くプロジェクトを聞いてくるので、FirstBLE マスターを選びます。聞いてこない場合はファイルタブの下のオープンプロジェクトから開きます。起動して最初にやることがあります。そのままだとエラーメッセージが出るので、ユーザーフォルダの FirstBLE マスターの下のグレードルの下のラッパーの中にあるこのグレードルラッパープロパティーズを開きます。画面では DS コードで開いていますが、ノートパッドでもいいと思います。この 6.5 を 6.7.1 に変更して上書き保存します。それから ID の画面の右下にアップグレードしてくださいと出るので、言う通りにアップグレードして、次にグレードルと同期させるためにこの右上の象のマークのボタンをクリックします。すると右下に何をしているか表示されます。終わると左下にグレードルシンクフィニッシュとイン何秒と表示されて準備完了です。ここで実際に使うスマホですが、あらかじめ開発者モードにしておいたPixel 4a を USB ケーブルでパソコンにつなぐと、問題がなければここに Google Pixel 4a と表示されます。この Pixel 4a でプログラムがオリジナルの状態でどのように動作するかを見ていただきます。プログラムを走らせるにはこの再生ボタンのようなアイコンをクリックします。これが最初の画面です。スタートスキャニングをクリックすると近くの Bluetooth 機器が検出されて一覧が表示されます。私のマイコンボードはこの LED です。このコネクトをクリック、さらにエンターをクリックするとこの画面に変わります。サービス2をクリック、さらにこのサービス0をクリックするとリードかライトを選べと出るので、リードをクリックするとこの画面に変わります。リードをクリックすると先にライトしていたデータが読み出されます。これは16進のデータです。次にさっきのスクリーンに戻ってライトをクリックするとこの画面に変わります。データを書き込んでライトボタンをクリックするとマイコンボードにそのデータが送られて
LED がオンオフします。スクリーンを戻していってディスコネクトボタンを押すと接続が切れます。このようにもともと優れたプログラムなんですけれども、これをかなり乱暴に削除したり変更したりします。すいません。Android のプログラミングは今回が初めてなので、どこかやり方が間違っているところもあると思いますが、今回は思うように動作させることが目標なので、落ち着いたら再度全体を見直して整理してちゃんと理解できた時点で私も GitHub にアップできたらというふうに思っております。何かありましたらですね、コメントでご指導いただければと思います。よろしくお願いします。大きく分けて4つ変更します。まず最初の画面の上にある使わないボックスを消します。次に近くにあるすべての Bluetooth 機器ではなくて、つなぐ先の LED だけを表示するようにします。3つ目にリードまたはライトを選ぶように出てくるポップアップを本当は決してすぐに最後の画面に行きたいのですが、今回はできなかったのでシンプルにボタンを押す仕様に変更します。4つ目は最後のデータ入力画面の代わりにラジコンカーを操作しやすいボタンの配置に変えます。IDE の画面の左にプロジェクトを表示していますが、これらがFirstBLE Master の中身になります。マニフェストやプログラムソースコード、レイアウト、ストリングス、これらを部分的に変更していきます。最初にレイアウトのアクティビティメインを開きます。するとこのような入力用のボックスやテキストボックスが何個か現れます。画面のデザインとコードの両方が見えるように右上のスプリットをクリックします。上から使わないボックスを消していきます。スタートスキャニングの上のボックスを消したら、このレイアウトファイルを閉じてソースコードのメインアクティビティを開きます。このように文字が赤くなっている部分がレイアウトと矛盾が生じてエラーになっていることを示します。このエラーを修正していきます。右上に赤い丸の隣に数字が表示されていますが、この数だけエラーがあるということを示します。この赤いマークをクリックすると下にエラーの内容が表示されます。エラー表示の行をダブルクリックするとエラーのある行を表示してくれます。この場合はスイッチケースのこの部分がいらないのでコメントアウトします。次のエラーに行きます。これらは ID で B を見つけてくるメソッドで ID が見つからないのでエラーになっています。使わないので4つともコメントアウトします。2行下も同様なのでコメントアウトします。これで一応エラーの表示はなくなりました。次にストリングスをトランスレーションエディターで設定がどうなっているか確認すると、中国語がデフォルトになっています。英語をデフォルトにしますが、アプリケーション内で切り替える方法もあるようなんですけれども、手っ取り早く英語のストリングスをデフォルトのストリングスにコピペします。念のため再度トランスレーションエディターで確認すると、英語がデフォルトになっているのがわかります。ストリングスを閉じてソースコードに戻ります。これらの黒くなっている行は参照先がないというか、削除したのでいりません。コメントアウトします。それによってコメントアウトした部分を他の部分で参照できなくなるので、また新たにエラーが出てきます。その行もコメントアウトします。他のエラーを見てみましょう。このセットスキャンルールの部分は大きく変更しました。一気に変更後のコードにします。どういうことかというと、使わない変数の関連するプログラムは削除して、names を LED にしています。これでスキャンの際に名前が LED の周辺機器を探しに行くようになります。次にオペレーションフォルダーの中のキャラクタリスティックリストフラグメントを開きます。この init view の中も大きく変更しました。
とにかくデータを書き込むことができればいいので、その部分だけにします。いよいよ最後のスクリーン用のボタンを配列するレイアウトファイルを作成します。レイアウトフォルダを右クリックして、New からレイアウトリソースファイルをクリックします。するとファイル名を聞いてくるので、何でもいいのですが、ここではレイアウトフォルダの一番下のファイルの最後に1を付け足したファイル名にします。最後に .xml をつけて OK をクリックします。作成したレイアウトファイルを開くと、中身の何もないスクリーンだけが表示されます。ここでこのようにフレームレイアウト、テーブルレイアウト、テーブルローと並べていって、コードで欲しい配置になるように変更していきます。ここでは最終出来上がったコードを見ていただきます。このように3列3行、9つのボタンを配置して、ラジコンカーを制御しやすいレイアウトにしました。次にボタンをクリックされたイベントで、ボタンに割り当てたデータがマイコンボードに送られるようにプログラムを作り込みます。キャラクタリスティックオペレーションフラグメントを開いて、変更するのは小データの中の if 文の else の中です。ここでも時間短縮のために出来上がった最終のコードを見ていただきます。もともとはライトだけではなくリードも制御するコードでしたが、ライトさえできたらいいので大きく変更してあります。セットオンクリックリスナーを使ってそれぞれのボタンが押されたイベントでそれぞれのコードが実行されるようになっています。ここではまだ3つのボタンについてだけ作り込んであります。ここでエラーが表示されていますが、先にデータバインディングが使えるようにします。まずグレードルスクリプツフォルダの中のビルドグレードルを開いて、ビューバインディングイネーブルドイコールトゥルーを追加します。そしてプログラムに戻ってバインディングを使うために必要なクラスをインポートします。ここでまだエラーになったままですが、右上の像のマークをクリックして同期させます。するとグレードルの変更が反映されてエラーがなくなります。ボタンイベントからのプログラムのエラーもなくなっています。これで一連のプログラムの変更は終わりですが、ウォーニングがたくさんありますので少し見てみましょう。一番上のウォーニングをダブルクリックすると使われていないインポートがあるようです。これは削除します。それから使っていないパラメータもあるのでコメントアウトしておきます。次は必要のないコールがあるようです。カーソルをその部分に当てるとこのように処理方法を提案してくれます。この場合は簡略化できるみたいなのでその通りに従います。こんな感じで ID が教えてくれるので本当に助かります。このウォーニングはこのままで問題ないと思います。この文は冗長な部分を削除するということです。残りは問題ないようです。他のファイルについては後ほど整理しようと思います。それではいよいよ変更したプログラムを実際のスマホで動作させてみましょう。スマホを USB ケーブルでつないだ状態では画面の下のようにプログラムの動作をモニターできるようです。内容についてはよくわかりません。詳しくは Android Studio のサイトやチャット GPT で聞いてみるのも面白いかもしれません。実はチャット GPT にはだいぶ助けてもらいました。単にググるだけではなかなか欲しい情報までたどり着きませんが、チャット GPT はほぼストレートに欲しい情報が返ってくるので本当に助かりました。それから動画を作って他の人に自分なりに説明するために変更修正工程を何度も繰り返した結果、だいぶ Android Studio でのプログラミングに抵抗がなくなってほんの少しだけ自信を持てるようになりました。
次の動画ですが、ラジコンカーの組み立てやマイコンでモーターやサーボを制御する動画を作る予定です。見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントやグッドボタンは大変励みになりますので、ぜひお願いいたします。